白鸚記 SSL スイートスクールライフ限定版特典ドラマ CD 白鸚学園生徒総会。これでこっちの書類は全部か。土方さん、茶でも飲んで休憩したらどうだ？いやー、気持ちはありがてえが、やらなきゃいけねえ仕事が溜まってるからな。一段落つくまでは休めねえ。だからってあんまり根を詰めて倒れないでくれよ。土方さんに倒れられたら結果的にそっちのが困るからな。大丈夫だ、俺の体はそんなにやわじゃねえよ。いやいや、鬼のかく乱ってことわざもあるくらいだからな。去年も確かこの時期生徒総会の日に風邪ひいて大変だっただろう。そういやそうだったな。つうか、もう生徒総会の時期だったか。ついこの間やったばっかりだと思ってたのに早いもんだな。まあ白鸚学園は3ヶ月に一度総会があるしな。しかし生徒総会か。なんか気になることでもあるのか？気になることっつうか、生徒総会をやること自体に異論はねえよ。生徒の自立心を養うって意味でも大切な行事だしな。ただこの学園の生徒会長はあの風間だろ。言いたいことはなんとなく分かった。あいつは前回の総会でも無茶なことばっかり言い出したからな。今回の総会でも無茶ぶりしないとは言い切れねえ。まったくだ。そういや前回の総会といえばこんなこともあったよな。明日から挨拶運動を実施してもらう。一日の始まりを挨拶で始めることにより気持ちよく一日を過ごしてもらおうという狙いだ。どうだ、異論はあるか？俺は寛大な心の持ち主だからな。異論があるというのなら受け付けてやろう。異論はないようなので本案件を可決とする。よって明日から我が嫁は俺の家に来て挨拶するように。ちょっと待てよ。今の内容とあいつがお前の家に挨拶に行くことに何の関係もないだろ。関係がないだと？愚かだな東堂。関係あるに決まっている。嫁が朝一番に夫に挨拶をするのは至極当然のことだろう。それなら僕の家にも挨拶に来てほしいな。可愛い声で起こされたら眠気も覚めるだろうしね。そうじ、雪村が困っているだろう。俺は挨拶運動に関して異論はないが、特定の人物に的を絞る件に関しては賛成しがたい。斉藤の言う通りだ。たまにはまともなことを言うかと思えば自分のことばっかじゃねえか。そんな意見を通すわけにはいかねえだろう。んじゃ廃案ってことでいいな。待て、まだ俺の話は終わっておらぬぞ。その後も家に来ることに問題があるなら生徒会室に来て挨拶をするなら問題ないだろうとか散々ごねてくれたよな。しかもそれだけで終わったんならよかったんだが。ああ、さらに大問題が控えてたんだよな。はい俺から提案。昼食の時間に校内放送を流すってのはどうだ？他の学校のやつに聞いたんだけど、クイズ番組や人気アーティストの曲を流したりして生徒からの評判が高いらしいんだ。だから白鸚学園でも実施してみたらどうかなーなんて。昼食は憩いの時間でもあるからな。あまり羽目を外されても困るが、ほどほどであればそういったことを実施するのも良いかもしれぬ。だったらクイズ番組の内容は僕に任せてほしいな。ある人の意外な一面に関してみんなにも知ってもらいたいしね。そうじ、また何か問題を起こす気じゃねえだろうな。やだな土方さん。その言い方だと
僕が毎度問題を起こしてるみたいじゃないですか。全くもってその通りだろうが。雑魚にしてはなかなかに良い意見だ。だが内容に関してはいただけぬな。やはりここは我が嫁と俺との馴れ初めを語り、いかに我が嫁が素晴らしいか全校生徒に知らしめるべきであろう。迷惑メールよりよっぽどタチが悪いな。ちげえね。毎日昼ごとにそんなん聞かされちゃたまらねえな。笑い事ではありませんよ、知らぬい。ああなった風間様を止めるのは面倒。至難の技です。なんてことがあって全力で廃案の方向に持っていったよな。ああ、結局風間のせいでほとんどの時間が潰されちまって、決議した案件が半分にも満たなかったからな、前回は。今回の総会無事うまくいくといいんだがな。今から胃が痛いぜ。腹減った。なあなあ、どっか寄ってかね。部活帰りの飲食が禁じられているわけではないが、この時間に間食をしたら夕飯が食べられなくなる恐れがある。ここは我慢すべきだ、平介。はじめくんは真面目すぎるんだよな。まあまあ、そんなにお腹が空いてるなら飴でも食べる？お、いいのか？うん、これなんだけど。ハバネロアイス味？うん、コンビニで売ってたんだけど、甘さと辛さがある意味絶妙にマッチしてとんでもない味らしいよ。いらねえって。なんで掃除はいつもそんなもんばっかり買ってんだよ。でははじめくん、ぼんやりしてどうしたんだ？いや、そういえばそろそろ生徒総会の時期だと思ってな。ああ、もうそんな時期だっけ？総会なんて面倒だしサボりてえよな。平介、それは聞き捨てならん。この学園に通う一生徒として俺たちは参加する義務がある。学園をより良くしていこうという気概がなくとも、面倒だからサボりたいなどとは言わぬことだ。分かったよ。僕は平介と違って結構楽しみにしてるんだけどね。掃除が？嘘だろ。それってどういう意味かな？だって掃除なんて真っ先にサボりそうじゃん。それなのに楽しみとか言われたら驚くに決まってるだろ。心外だな。声が笑っているぞ、掃除。バレちゃった。ねえ、2人もこの前の総会覚えてるでしょ？あの時の土方さんの顔は傑作だったよね。今年もイライラしてる土方さんを見られるって考えたら楽しみとしか言いようがないよ。相変わらず歪んでるな。常々思っていたのだが、掃除の土方先生への態度は目に余るものがある。あんなに素晴らしい先生に対して何故そうも反抗的な態度を取れるのか不思議でならぬ。僕は土方さんを素晴らしいっていうはじめくんの方が不思議だけど、それより生徒総会に向けて生徒会が校則の改正についてアンケートを取るって話知ってる？それは初耳だな。俺も。けど校則の改正ってことは提案して承認されればそれが新しい校則になるってことだよな。だったら俺はゲームの持ち込み許可でも提案すっかな。そんなことを許可したが最後、授業中にもゲームで遊ぶ生徒が続出するだろう。そもそも学校とは遊ぶところではない。学業を学ぶ場だ。じゃあ昼寝時間の義務化とか。外国では昼寝時間が認められてるんだろ？ああ、それはいいかもね。古文の時間を全て潰して昼寝時間に当てるとか。きっとほとんどの生徒が承諾するんじゃないかな。ゲームの持ち込み許可だの昼寝時間だの、もっと真面目に校則について考えたらどうだ。そういう気の緩みこそが風紀を乱すのだぞ。よって俺は罰則の強化を提案したいところだ。今でも十分厳しいのにこれ以上罰則を強化するとか鬼か？いや、現状の罰則では生ぬるいらしくてな。
夏休み明けなどは気の緩みからか規律を犯す者が多い。それらを取り締まるためにも罰則の強化はやむを得んだろう。でもあんまりがんじがらめだと生徒も窮屈なんじゃない？そうだよ。厳しすぎるのも良くないって聞いたことあるし。確かに宗司と平助の言うことも一理あるが、罰則の強化ではなく多様化を提案してみるべきか。どっちにしろ罰則から離れてくれないんだな。採用されるかわからないんだし、今は深く気にしなくてもいいんじゃない？僕はどっちでも構わないけどね。いや全力で否定してくれよ。さて、そろそろ時間だな。土方さん、大丈夫か？胃薬いるか？いらねえよ。と、始まるぜ。これより白鴎学園生徒総会を開催する。一同、礼。着席。では各部活動の予算報告から始めていくとしよう。天桐。はい。こちらが各部活動の予算案になります。文芸部、書道部、写真部に関しては昨年度の予算と同じく1万。吹奏楽部についてはコンクールで入賞した結果を加味して5万とする。新たに設立した放送部に関してはミキサーなど必要機器購入代として提出された予算案に2万ほどプラスしてやろう。野球部、テニス部、サッカー部に関しては昨年度の予算と同じく5万。柔道部、アーチェリー部、陸上競技部、剣道部は昨年の実績を考慮して10万だと。おい天桐、これはどういうことだ？それに関しましては、まあ予算は今言った通りだ。で、言わなかった部については現状維持っつうことでいいな。文句がなけりゃ本案件を可決するぜ。次に来たる10月に実施予定の文化祭の基本要項だが、知らぬい。へいへい。つっても去年とほぼ一緒なんだけどよ。今年も例年通り白鴎学園文化祭を行う。クラスの出し物については投票形式で審査する。準備期間に関しても昨年と同様だ。各クラスの出し物についても何かとんでもねえことが起こるんじゃないかと警戒したが、この分ならすんなりいきそうだな。あれでも一応生徒会長だからな。だが問題はこの後だ。この後って校則改正の話か？どんな意見が飛び出すかわからねえが、用心するに越したことはねえだろうな。以上、異論のある者はいるか？なければ本案件を可決とする。さて、次の議題は校則改正についてだ。貴様らも覚えているとは思うが、校則については事前に生徒からアンケートを取った。その意見をもとに校則改正について改めて意見を募らせてもらう。風間様、こちらがアンケート結果になります。これだけの意見が集まるとは、今の校則に関してよほど不満があるようだな。何古文の授業を撤廃したらどうかな。現代社会において古文を学ぶ必然性は極めて低いと言わざるを得ないし、その分の時間をもっと有効に使うべきだと思うよ。というわけで古文の授業の撤廃を提案します。提案者、匿名希望。なかなかに有意義な意見ではないか。だがここは古文の授業の撤廃ではなく、古文教師を撤廃にすべきだな。採用を検討しよう。おい、ふざけんじゃねえぞ。そもそも古文はセンター試験でも必須科目だろうが。たく、こんな馬鹿げた内容を採用しようとする風間もそうだが、
提案した掃除も掃除だ。お前ら後で職員室に来い。ちょっと土方さん、なんで僕が提案したってことになってるんですか？提案者は匿名なんですから、僕があのアンケートを書いたかどうかはわからないと思うんですけど。匿名だろうとなんだろうと古文の授業の撤廃を求めるやつなんざてめえくらいしかいねえんだよ。うわあ、すごい自信ですね。でも土方さんの古文の授業が退屈じゃない生徒なんて数えるほどしかいないんじゃないかな。てめえ。まあまあ土方さん、落ち着いてくれって。掃除も悪気があったわけじゃねえと思うしよ。そうそう、僕は純粋な気持ちで書いただけだしね。やっぱりてめえが犯人じゃねえか。風間様、古文の授業の撤廃を採用するかどうかは後回しにして、次のアンケートを読み上げてはいかがでしょう。このままでは議題が滞ってしまう可能性がありますし。この俺に意見するとはいい度胸だなと言いたいところだが、ここはお前に従ってやろう。恐れ入ります。授業時間が50分ってすっげえ長いと思うんだよ。だから30分とかに短縮できねえかな。そんで昼休みの時間を長くすればゆっくり飯が食えて昼寝だってできるだろ。絶対そっちの方がいいって。提案者匿名希望。かったり授業の時間が短くなるっていうのは俺も大賛成だな。風間、この案採用しようぜ。おいおい、授業の時間が短くなるってことはその分弊害があるってことちゃんと分かって言ってんのか？あ？弊害なんてあるわけねえだろ。むしろいいこと尽くしだろうが。授業時間が減って遊ぶ時間が増えたとか思ってんのかもしれねえが、そりゃ間違いだぞ。毎学期それぞれ定期テストがあるのは当然知ってるよな。授業時間が短くなるってことはテスト範囲までたどり着けねえ恐れがある。その場合土日も潰して勉強漬けだ。お前それでもいいのか？だったらテスト範囲を狭めればいいだけの話なんじゃねえか？学校には学習指導要領ってもんがあるんだよ。必要最低限学校で教えなくちゃいけねえのを無視して問題を作ってみろ。大学受験なんて夢のまた夢になっちまうぞ。というわけで平介、この案を採用するわけにはいかねえな。原田先生、なんで俺だって分かったんだよ。こんなの誰かなんて考えるまでもなくわかるだろう。むしろバレねえと思ったことの方が驚きだよ俺は。まったく雑魚らしい鮮良な考えだな。授業時間を短くするくらいなら授業を廃止すればいいだけの話だろう。期末テストなど恐るるに足らず。俺の手にかかれば目をつぶってでも満点を取ってみせよう。それは風間様だからこそ成し得る技では。まあ伊達に何度も留年してねえしな。さて、この議題に関して他に意見のある者はいるか？ないようなので次のアンケートに移るとしよう。最近学校帰りに駅前で遊ぶ生徒が多くいると聞いた。多少の息抜きは必要だろうが、夜遅くまでゲームセンターやカラオケで遊ぶのは学生の本分から外れた行為ではないか。こういった行為を未然に防ぐために、俺は学校帰りにどこか立ち寄る際には担任の許可を得て行動することを推奨したい。提案者斉藤はじめ。ほう、これまで名を非しているものばかりだったが今回は違うようだな。しかし学校帰りにどこか立ち寄る際には担任の許可を得るなどと、また馬鹿げたことを考えたものだ。馬鹿げたことだと？一人が風紀を乱せばそれは連鎖となって襲いかかってくる。それを防ごうという案のどこが馬鹿げたことだというのだ？そんなもの少し考えればわかるだろう。それとも聞かなければわからぬほど歪小な頭なのかお前は。風間様、差し出がましいこととは存じますが、後のことは私に任せていただけませんか？許す。はっ。斉藤殿、あなたの意見も確かに一理あります。
学校帰りにどこかに立ち寄るという行為はあまり褒められたものではありませんからね。しかし学校で勉学に励み、鬱屈した気持ちを晴らすには多少の息抜きが必要です。ただ学校と自宅を往復する毎日は生徒の自立心にも影響を及ぼすでしょう。豊かな心にこそ自立心は芽生えるものですからね。だが俺は学校帰りの寄り道を禁止しろと言っているわけではない。寄り道の許可を担任に求めるようにと提案しているのだ。それでも自立心に影響を及ぼすはず。自立心とは自分で考えて行動できる人を指します。学校帰りに寄り道をしてもいいかと担任に許可を求める行為は、自分で考えて行動できる人間に反した行動のように思われますが、いかがでしょう。なるほど。あんたの言う通りだな。俺は白鴎学園の教育方針に反することを提案しようとしていた。その事実を受け止め、深く反省せねば。まあそれを抜きにしてもちょっと厳しすぎるってのもあるけどな。ようやくくだらぬ議論も終わったか。さて、貴様らも単調な議論に飽き飽きしてきた頃だろう。そこで朗報だ。次に俺が読み上げる内容は問答無用で採用とする。自分の書いたアンケートが採用されるのではないかと気がせく気持ちもわからなくはない。愚民ども、そこにひれ伏し俺の言葉を心して待つがよい。我が嫁は毎朝俺の家に来て挨拶するように、難しい場合は毎朝生徒会室へ顔を出すことで妥協してやろう。んなもん却下に決まってるだろう。前回も同じ案出して却下になったのを忘れたのか。まったく、俺の言葉を聞いてなかったのか。次に俺が読み上げる内容は問答無用で採用とする。そう俺は言ったと思うが。てめえが勝手に決めたルールに従う理由なんざこっちにはこれっぽっちもねえんだよ。たく、まともに進行してるかと思いきやこのざまだ。それといい加減あいつのことを我が嫁って呼ぶのはやめろ。貴様に諌められる筋合いはないな。しかし押村区はここに我が嫁がいないことだ。もしいれば俺を熱い眼差しで見つめ、恥じらいながらも嬉しいと喜びにむせび泣くに違いないものを。ここまで勘違いが進行してると呆れを通り越して笑っちゃうよね。内容も前回と同じだし進歩がないっていうか。あいつがちょっと風邪気味かもしれないって言うから今日は無理やりにでも休ませてよかったな。ほんとお前にしちゃ気が利くじゃねえか。よくやったな平助。へへ、だろ。やかましい。俺が採用すると宣言した以上、貴様らは黙って従っておれば。さて、次のアンケートに移りましょうか。お、これなんていいんじゃねえか。冬休みも夏休みと同じく1ヶ月程度のお休みをください。確かに夏休みは1ヶ月もあるのに冬休みはその半分もねえからな。言っておきますが、夏休み期間は全国一律ではありません。寒冷多雪地域では1ヶ月休みがあるかどうかですし、その代わりに冬休みを長くする形をとっています。そもそも夏休みとは暑さを回避することを目的として。わかった、もう十分わかったからな。いいえ、まだ話は終わって。天霧、知らぬい。俺の言葉を遮って意見するとはどういう了見だ。おかげで話が大幅にそれてしまったではないか。次に口を挟んだ時は容赦せぬから覚悟しておくのだな。あんたがとんでもないことを言い出さなければこのように話がそれたりはしないと思うが。よいか。次のアンケートは貴様らが何を言おうと採用する。そのつもりで心して聞くがよい。女子生徒は昼のチャイムが鳴ると同時に生徒会室に来るように。
その際は手作り弁当を持参し、手ずから却下だ。女子生徒は放課後生徒会室に。却下だ。女子生徒は却下だ。土方。俺の話を最後まで聞くことなくことごとく否定するからにはもちろん理由があるのだろうな。てめえがあいつにばっか焦点を当てた校則に変えようとしてるからだろうが、校則はてめえのおもちゃじゃねえんだぞ。そんなの百も承知だ。俺は白鴎学園の生徒会長として今ある校則をさらに良いものにする義務がある。そのために今学園で最も必要であろう案を提案してやっているだけだ。ものは言いようって言うけど、結局は自分のわがままを通したいだけでしょ。この学園で女子生徒など一人しかいないからな。貴様ら、俺と我が嫁との恋路をどうしても邪魔するというのか。恋路っていうか、そもそもあいつはお前の嫁じゃねえだろ。というか散々言われてるのに撤回しないところはある意味感心するけどな。撤回などするわけなかろう。我が嫁と俺は赤い糸で結ばれておるのだ。その絆は何人たりとも引き裂くことはできぬ。赤い糸っつうか、風間の一方通行で終わってるけどな。知らぬい。そのようなことを言ってはいけません。奇跡が起これば、あるいはああ、天地がひっくり返ればあるかもしれねえけど、無理だろ。言いたければ好き勝手に言うがいい。貴様らがどう思うとこれは俺の中で決定していることだ。天霧、ここにあるアンケートをすべて採用しろ。しかしそれはいくらなんでも横暴では。何、俺は生徒会長だ。少々の横暴は許されて当然だろう。そんな理屈が通ってたまるかよ。そうそう、生徒会長だからって何でも許されるなんて大間違いだよ。さてと、これが問題のアンケートってわけね。貴様、何を。もちろんこうするに決まってるでしょ。貴様ら、あいつの暴挙を止めろ。風間様、やはりあの案を進めるのはいかがなものかと。俺も同感だ。つうか、かったるいし、もう帰っていいか。いいわけ。とにかくこれ以上グダグダ文句を言うようならこっちにも考えがある。生徒会長の権限だかなんだか知らねえが、あんまり教師をなめるんじゃねえぞ。だな風間、ここはおとなしく引き下がっておけよ。このままじゃ決まるもんも決まらなくなる。風間様、ここは土方先生や原田先生の言い分に従っておきましょう。騒ぎも大きくなってきていますし、このままでは風間様の生徒会長としての手腕を疑われる事態になりかねません。貴様ら、覚えておけよ。次の生徒総会では貴様らがあっと驚く方法で我が嫁を俺のものだと知らしめてくれる。せいぜい楽しみにしているのだな。ああいうのを負け犬の遠吠えって言うんだろうね。まったくだ。間違ってもああはなりたくないものだな。土方歳三、三木真一郎、沖田総司、森久保祥太郎、斎藤はじめ、鳥海康介、東堂平介、吉野博之、原田佐之助、遊佐浩二、風間千景、津田健次郎、天霧久寿、山口龍、知らぬい今日、吉田博明、